聖夜堂祈願岡本喜道聖夜人1速達3月3日の昼ごろに一通の速達郵便が私の家の玄関に投げ込まれた。背景春節ヒヒこの夕べに一回なかるべ剣やと存じ候。晩鐘を拝して本日午後5時ごろよりご参会くだされたく、他にも5、6名の同席者あるべくと存じ候。ただし例の俳句会にはこれなく候。まず右ご案内まで早々不一3月3日朝聖夜堂主人。話の順序としてまずこの差出人の聖夜堂主人について少し語らなければならない。井の中の蛙という意味で聖夜と号する人は珍しくないが、青いという字をかぶらせた聖夜の号は少ないらしい。彼は本性を梅沢君と言って、年はもう40を5つ6つも超えているが、非常に気の若い元気のいい男である。その職業は弁護士であるが、10年ほど前から法律事務所の看板を外してしまって、今では日本橋あたりのある大商店の顧問という格で収まっている。他にも3氏の会社に関係して相談役とか監査役とかいう肩書きを所持している。まず一角の統制紳士である。梅沢君は若い時から俳句の趣味があったが、7、8年前からいよいよその趣味が深くなって、忙しい暇を盗んで書書の句会へも出席する。自宅でも句会を開く。俳句の画号を金貨と称して、あっぱれの総称画をしているのである。梅沢君は4、5年前に品から帰った人の土産として広東製の竹細工をもらった。それは日本ではとても見られないような巨大な竹の根をくり抜いて一匹の大きいガマをあつらえたものであるが、そのガマはカナエのような3本足であった。1本の足は誤って折れたのではない。初めから3本の足であるべく作られたものに相違ないので、梅沢君も不思議に思った。くれた人にもそのわけはわからなかった。いずれにしても面白いものだというので、梅沢君はそのガマを座敷の床の間に這わせておくと、ある品通の人が教えてくれた。それは普通のガマではない、聖夜というものだ。その人は真の元気生の書いた茶よ覚話という書物を持ってきて、梅沢君に説明して聞かせた。それにはこういうことが漢文で書いてあった。甲州に金貨将軍なるものあり、けだし聖夜の二字の鉛にして、そのものは極めてカエルに類す。ただ三足なるのみ。その現るるは多く家州の甲にあり、下るところの家は10種一羽をもってし、その一方を書いてこれを祀る。そのものをその傍らに番居して飲み食らわず、しかもその皮膚はおのずから青より黄となり、さらに赤となる。祀る者は将軍すでに酔えりと言い、それを盤に乗せて幽禁門外の金貨太閤の廟内に送れば、たちまちにその姿を見失う。しかしてその家は数日のうちに必ず売るところあり、うんぬん。これで三本足のガマの由来は分かった。それのみならず、さらに梅沢君を喜ばせたのは、その霊あるガマが金貨将軍と呼ばれることであった。梅沢君の配合を金貨というのに、あたかもそこへ金貨将軍の聖夜が入り込んできたのは、まことに不思議な因縁であるというので、梅沢君はその以来、大いにこのガマを珍重することになって、ある書家に頼んで聖夜堂という額を書いてもらった。自分自身も聖夜堂主人と号するようになった。その聖夜堂からの案内を受けて、
私は躊躇した。案内状にも書いてある通り、今日は朝から細かい雪が降っている。主人はこの雪を見て、にわかに今夜の会合を思い立ったのであろうが、聖夜堂は小石川のキリシタン坂を登って、昼でも薄暗いような木立の奥にある。こういう日の夕方からそこへ出かけるのは、行きはともあれ、帰りが難儀だと少し恐れたからである。例の俳句会ならば無論に欠席するのであるが、それではないとわざわざ断り書きがしてある以上、何か他に趣向があるのかもしれない。3月3日でも梅沢くんにひな祭りをするような女の子はいない。まさかに桜田老師の追悼会を催すわけでもあるまい。そんなことを考えているうちに、いい塩梅に雪も小降りになってきたらしいので、私は思い切って出かけることにした。午後4時頃からそろそろと出る支度を始めると、あいにくに雪はまた激しく降り出してきた。その景色を見て私はまた躊躇したが、構わずに行けと度胸を据えて、とうとう真っ白な道を踏んで出た。小石川の竹早町で電車に分かれて、富士坂を降りる、キリシタン坂を登る。この雪の日にはかなりに難儀な道中を続けて、ともかくも聖夜堂まで無事にたどり着くと、もう7、8人の先客が集まっていた。それでもみんな偉いよ。この天気にこの場所じゃ、せいぜい5、6人だと思っていたところが、もう7、8人も来ている。まだ4、5人は来るらしい。どうも案外の正解になったよ。と聖夜堂主人はひどく嬉しそうな顔をして私を迎えた。2階へ案内されて、10畳と8畳をぶち抜きの座敷へ通されて、さて先客の人々を見渡すと、その中の3人ほどを除いては、皆私の見知らない人たちばかりであった。学者らしい人もある。実業家らしい人もある。切り紙の上品なおばあさんもいた。そうかと思うと、まだ若い学生のような人もある。なんだか得体のわからない会合であると思いながら、まず一通りの挨拶をして座について、顔なじみの人たちと2つ3つ世間話などをしているうちに、私の後からまた2、3人の客が来た。その一人は知っている人であったが、他の2人はどこの何という人だかわからなかった。やがて主人から、この天気にようこそというような挨拶があって、それから一座の人々を順番に紹介した。それが済んで酒が出る、料理の膳が出る。雪は少し衰えたが、それでも休みなしに白い影を飛ばしているのが2階のガラス戸越しに伺われた。あまりに酒を好む人がいないと見えて、酒宴は案外に早く片付いて、さらに下座敷の広間へ案内されて、タバコを吸って熱いレモン茶をすすってしばらく休憩していると、主人はもったいらしくしわぶきして一同に声をかけた。実はこのような晩にわざわざお越しを願いましたのは他でもございません。近頃私は俳句以外怪談に興味を持ちまして、密かに研究しております。つきましては一席怪談会を催しまして、皆様のご講話をぜひ拝聴いたしたいと存じておりましたところ、あたかも今日は春の雪、怪談には雨の夜の方がふさわしいかとも存じましたが、雪の酔いもまた今日あることと考えまして、急に思いついてお呼び立て申したような次第でございます。私ばかりでなく、これにも聞き手が控えておりますから、どうか皆様に一席ずつ珍しいお話を願いたいと存じますが、いかがでございましょうか。主人が指さす床の間の正面には、かの竹細工の三本足の鎌が大きくうずくまっていて、その前には品焼きらしい酒壺が備えてある。欄間には聖夜堂と大きく書いた額がかかっている。主人のほかにこの聖夜を聞き手として、我々はこれから怪談を一席ずつ弁じなければならないことになったのである。ひな祭りの夜に怪談会を催すもか
変わっているが、その聞き手には三本足の金華将軍が控えているなどはいよいよ奇抜である。主人の注文に対してどの人も無言のうちに承諾の色目を見せたが、さて自分からまず進んでその皮切りを務めようというものもない。互いに顔を見合わせて譲り合っているような形であるので、主人の方から催促するように第一番に出る人を指名することになった。星崎さん、いかがでしょう。あなたからまず何かお話しくださるわけには。この聖夜を私に教えてくださったのはあなたですから、そのご縁であなたからまず願いましょう。今晩は特殊の催しですから、そういう材料をたくさんお持ち合わせの方々ばかりを選んでお招き申したのですが、誰か一番に口を切る方がないと、やはり遠慮がちになってお話が進行しませんようですから。真っ先に引き出された星崎さんというのは、50ぐらいの紳士である。彼は薄白くなっているひげを撫でながら微笑した。なるほど、そう言われると、この床の間の置物には、私が縁の深い方かもしれません。私は商売の都合で、若い時には5年ほども上海の支店に勤めていたことがあります。その後にも2年に1度ぐらいは必ずシナへ行くことがあるので、シナの南北は大抵遍歴しました。そういうわけでシナの事情も少しは知っています。ご主人がただいまおっしゃった通り、その聖夜の説明をいたしたのも私です。それですから、今夜のお話はどうしてもあなたからお始めください、と主人は重ねて促した。では皆様を差し置いて、失礼ながら私が前座を務めることにいたしましょう。一体この聖夜に対する伝説は、甲州地方ばかりでなく、関東地方でも聖夜人といって尊崇しているようです。したがって昔から聖夜についてはいろいろな伝説が残っています。もちろんその多くは怪談ですから、ちょうど今夜の席上にはふさわしいかもしれません。その伝説の中でもなるべく風変わりのものをちょっとお話し申しましょう。星崎さんは一膝ゆすり出て、まず一座の人々の顔を静かに見回した。その態度がよほど離れているらしいので、私も一種の興味をそそられて、思わずその人の方に向き直った。シナの地名や人名は皆さんにおなじみが薄くて、かえって話の興をそぐかと思いますから、なるべく固有名詞は省略して申し上げることにしましょう。と星崎さんは適当にまず断った。時代は明の末で、天下が大いに乱れんとする時のお話だと思ってください。江南の金陵、すなわち南京の城内に長君という武人があった。ある時その城を預かっている将軍が教園を開いて、列席の武官と文官一同に詩や絵や文章を自筆で書いた扇子一本ずつをくれた。一同ひどくありがたがってめいめいに開いてみる。長君も同じく押しいただいて開いてみると、どうしたわけか自分のもらった扇だけは白線で何も書いてない。裏にも表にもない。これには甚だ失望したが、この場合上役の人に対してそれを言うのも礼を失うと思ったので、長君は何気なくお礼を申して他の人たちと一緒に退出した。しかしなんだか面白くないので、家へ帰るとすぐにその妻に話した。将軍も一度にたくさんの扇を書いたので、きっと書き落としたに相違ない。それがあいにく俺に当たったのだ。とんだ貧乏くじを引いたものだ。つまらなそうにため息をついていると、妻も一旦は顔の色を曇らせた。妻は今年19で、3年前から長と夫婦になったもので、子作りで色の白い右の眉の外れに大きいほくろのあるまことに可愛らしい女であったが、夫の話を聞いて少し考えているうちに、まただんだんにいつもの晴れやかな可愛らしい顔に戻って、
彼は夫を慰めるように言った。それはあなたのおっしゃる通り、将軍は別に悪意があってなされたことではなく、たくさんの中ですから、きっとお書き落としになったに相違ありません。後で気がつけば取り替えてくださるでしょう。いいえ、きっと取り替えてくださいます。しかし気がつくかしら。何かの弾みに思い出すことがないとも限りません。それについてもし将軍から何かお尋ねでもありましたら、その時には遠慮なく正直にお答えなさる方がようございます。むむ。夫は気のない返事をして、その晩はまずそのままで寝てしまった。それから2日ほど経つと、長君は将軍の前に呼び出された。おい、この間の晩、お前にやった扇には何が書いてあったな。こう聞かれて、長君は正直に答えた。実は、長大の扇面には何も書いてございませんでした。何も書いてない。と将軍はしばらく考えていたが、やがて静かにうなずいた。なるほど、そうだったかもしれない。それは気の毒なことをした。ではその代わりにこれをあげよう。前にもらったのよりもはるかに上等な扇子に、将軍が手ずから七言絶句を書いたのをくれたので、長君は喜んで頂戴して帰って、自慢らしく妻に見せると、妻も同じように喜んだ。それだから私が言ったのです。将軍はなかなか物覚えのいい方ですから。そうだ、全く物覚えがいい。大勢の中でどうして白線が俺の手に入ったことを知っていたのかな。そうは言っても別に深く詮索するほどのことではないので、それはまずそのままで済んでしまった。それから半年ほど経つと、かの陳族という恐ろしい族軍が蜂起して、江北は大いに乱れてきたので、南方でも警戒しなければならない。太平が久しく続いて、誰も武具の用意が十分であるまいというので、将軍から部下の者一同に鎧一着ずつを分配してくれることになった。長君もその分配を受けたが、その鎧がまた悪い。古い鎧が破れている。それを抱えて家へ帰って、またもや妻に愚痴をこぼした。こんなものが大事の時に役に立つものか。いっそ紙の鎧を着た方がましだ。すると妻はまた慰めるように言った。それは将軍がいちいち改めて渡したわけでもないでしょうから、後で気がつけばきっと取り替えてくださるでしょう。そうかもしれないな。いつかの扇子の例もあるから。そう言っていると果たして2、3日の後に、長君は将軍の前に呼び出されて、この間の鎧はどうであったかとまた聞かれた。長君はやはり正直に答えると、将軍は司祭ありげに眉を寄せて、長の顔をじっと眺めていたが、やがて言葉を改めて聞いた。お前の家では何かの神を祀っているか？いえ、一向に不信心でございまして、何の神仏も祀っておりません。どうも不思議だな。将軍の額のしわはいよいよ深くなった。そのうちに何を思いついたか、彼はまた聞いた。お前の妻はどんな女だ？突然の問いに長君はいささか面食らったが、これは隠すべき筋でもないので、正直に自分の妻の年頃や人相などを申し立てると、将軍はさらに聞いた。そうして右の眉の下に大きいほくろはないか？よくご存知で、と長君も驚いた。むむ、知っている。と将軍は大きくうなずいた。お前の妻はこれまで2度も俺の枕元へ来た。驚いて呆れて、長君はしばらく相手の顔をぼんやりと見つめていると、将軍も不思議そうにその司祭を説明して聞かせた。実は半年ほど前にお前たちを呼んで俺の戦争をやったことがある。そのあくる晩のことだ。一人の女が俺の枕元へ来て、昨日長君にくださいました扇子は白線でございました。どうぞご直筆のものとお取り替えを願いますと言うかと思うと夢が覚めた。そこで念のためにお前を呼んで聞いてみると、
果たしてその通りだという。その時にも少し不思議に思ったが、まずそのままにしておくと、またぞろその女が夕べも来て、先日長君にくださいました鎧は口破れていて物のようにも立ちません。どうぞしかるべき品とお取り替えを願いますという。そこでお前に聞いてみると、今度もまたその通りだ。あまりに不思議が続くので、もしやと思って詮議すると、その女はまさしくお前の妻だ。年頃といい人相といい、眉の下のほくろまでが寸分たがわないのだから、もう疑う余地はない。お前の妻は一体どういう人間だか知らないが、どうも不思議だな。司祭を聞いて、長君もいよいよ呆れた。全く不思議でございます。よく詮議をいたしてみましょう。いずれにしても鎧は変えてやる。これを持って行け。将軍から立派な鎧を渡されて、長君はそれを抱えて退出したが、頭はぼんやりして半分は夢のような心持ちであった。3年越し連れ添って何の変わったこともない低粛な妻がどうしてそんなことをしたのか。さりとて将軍の言葉に嘘があろうとは思われない。家へ帰る途中でいろいろ考えてみると、なるほど思い当たることがある。半年前の扇子の時にも、今度の鎧の問題にも、妻はいつでも先を見越したようなことを言って自分を慰めてくれる。それがどうもおかしい。確かに不思議だ。これは一詮議しなければならないと、長君は急いで帰ってくると、妻はその鎧を目早く見つけてにっこり笑った。その可愛らしい笑い顔は、鬼とも魔とも変化とも見えないので、長君はまた迷った。しかし彼の疑いはまだ解けない。ことに将軍の手前に対しても、何とかこの解決をつけなければならないと思ったので、彼は妻を一前呼び込んで、まずその夢の一条を話すと、妻も不思議そうな顔をして聞いていた。そうしてこんなことを言った。いつかの扇子の時も、今度の鎧についても、あなたは大層心持ちを悪くしておいでのようでしたから、どうかしてお心持ちの治るようにしてあげたいと、私も心から念じていました。その真心が天に通じて、自然にそんな不思議が現れたのかもしれません。私も自分の念が届いて嬉しゅうございます。そう言われてみると、夫もその上に踏み込んで詮議のしようもない。ただ我が妻の真心を感謝するほかはないので、結局その場はうやむやに済んでしまったが、長君はどうも気が済まない。その後も注意して妻の挙動を伺っているうちに、前にも言う通りのわけで、世の中はだんだんに騒がしくなる。将軍も軍務に忙しいので、長君の妻のことなどを詮議してもいられなくなった。長君もまた自分の務めが忙しいので、朝は早く出て、夕は遅く帰る。こうして半月余りを暮らしていると、5月に入って梅雨が毎日降り続く。それも今日は珍しく午後から小闇になって、夕方には薄青い空の色が見えてきた。長君も今日は珍しく自分の仕事が早く片付いて、まだ日の暮れないうちに帰ってくると、いつもはすぐに出迎えをする妻がどうしてか姿を見せない。家へ入って庭の方をふと見ると、庭の隅には大きいザクロの木があって、その花は火の燃えるように赤く咲き乱れている。妻はその花の陰に身をかがめて、何か一心に眺めているらしいので、長君はそっと庭に降り立って、抜き足をして妻の後ろに近寄ると、ザクロの木の下には大きいガマが呆然としてうずくまっている。その前に酒壺を備えて、妻は何事かを念じているらしい。長君はこの奇怪なありさまに胸をとどろかして、なおも注意して伺うと、そのガマは青い苔のような色をして、しかも3本足であった。それが例の聖夜であることを知っていたら、何事もなしに済んだかもしれなかったが、長君は無人で、聖夜人も金華将軍も何にも知らなかった。彼の目に映ったのは、自分の妻が
奇怪な三本足のガマを拝している姿だけである。この間からの疑いが初めて解けたような心持ちで、彼はたちまちに自分の剣を抜いたかと思うと、若い妻は背中から胸を突き通されて、ほとんど声を立てる間もなしに、ザクロの木の下に倒れた。その死骸の上に赤い花がハラハラと散った。長君はしばらく夢のように突っ立っていたが、やがて気がついて見回すと、三本足のガマはどこかへ姿を隠してしまって、自分の足元に転げているのは妻の死骸ばかりである。それをじっと眺めているうちに、彼は自分の胆量を悔やむような気にもなった。妻の挙動は確かに奇怪なものに相違なかったが、ともかくも一応の詮議をした上で、生かすとも殺すとも相当の処置を取るべきであったのに、一途に早まって成敗してしまったのは、あまりに短慮であったとも思われた。しかし、今更どうにもならないので、彼は妻の亡骸の始末をして、翌日それを密かに将軍に報告すると、将軍はうなずいた。お前の妻はやはり一種の鬼であったのだ。それから長君の周囲にはいろいろの奇怪な出来事が続いて現れた。彼の周囲には必ず三本足のガマがつきまとっているのである。室内にいればその塔のそばに張っている。庭に出ればその足元に張ってくる。外へ出ればやはりその後からついてくる。あたかも影の形に従うがごときありさまで、どこへ行っても彼のあるところには必ず青いガマの姿を見ないことはない。それも最初は一匹であったが、後には二匹となり、三匹となり、五匹となり、10匹となり、大きいのもあれば小さいのもある。それがぞろぞろとつながって彼の後をつけ回すので、長君も持て余した。その怪しいガマの群れは、彼に対して別に何事をするのでもない。ただのそのそとついてくるだけのことであるが、何分にも気味が良くない。もちろんそれは長君の目に見えるだけで、他の者には何にも見えないのである。彼もたまらなくなって、時々に剣を抜いて切り払おうとするが、一向に手応えがない。ただ自分の前にいたガマが後ろに位置を変え、左にいたのが右に移るに過ぎないので、どうにもこうにもそれを駆逐する方法がなかった。そのうちに彼らはいろいろな仕事を始めてきた。長君が夜寝ていると、大きいガマがその胸の上に這い上がって、息が止まるかと思うほどに強く押しつけるのである。食卓に向かって飯を食おうとすると、小さい青いガマが無数に現れて、皿や碗の中へ片っ端から飛び込むのである。それがために夜もおちおちは眠られず、飯もろくろくには食えないので、長君も次第に痩せ衰えて半病人のようになってしまった。それが人の目に立つようにもなったので、彼の親友の楊徳というのが心配して、だんだんその事情を聞きただした上で、ある同志を頼んで祈祷を行ってもらったが、やはりその功は見えないで、ガマは絶えず長君の周囲につきまとっていた。一方かの親族は勢いますます消血になって、都もやがて危ういという秘宝が続々来るので、忠節の厚い将軍は都へ向けて一部隊の援兵を送ることになった。長君もその部隊のうちに加えられた。病気を申し立てて辞退したらよかろうと、楊徳はしきりに勧めたが、長君はうなずかずに出発することにした。彼は武人かたぎで報国の念が強いのと、もう一つには得体も知れないガマの怪異に悩まされていたずらに死を待つよりも、定常のもとに忠義の志士を横たえた方がましであるとも思ったからであった。彼は生きて再び帰らない覚悟で、家のことなども残らず始末して出た。楊徳も一緒に出発した。その一帯は長江を渡って北へ進んでいく途中、ある小さい村落に泊まることになったが、人家が少ないので大部分は野営した。柳の多い村で、長君も楊徳も
柳の大樹の下に休息していると、初秋の月の光が鮮やかに鎧の露を照らした。長君の鎧は彼の妻が将軍の夢枕に立って取り替えてもらったものである。そんなことを考えながらうっとりと月を見上げていると、そばにいる楊徳が聞いた。どうだ、例のガマはまだ出てくるか？いや、河を渡ってからは消えるように見えなくなった。それはいい塩梅だ。と楊徳も喜ばしそうに言った。こっちの気が張っているので、妖怪もつけ込む隙がなくなったのかもしれない。やっぱり出陣した方がよかったな。そんなことを言っているうちに、長君はにわかに耳を傾けた。あ、琵琶の音が聞こえる。それは楊徳にはちっとも聞こえないので、大方お前の空耳であろうと打ち消したが、長君はどうしても聞こえると言い張った。しかもそれは自分の妻の馬丁とに相違ない。どうも不思議なこともあるものだと。彼はその琵琶の音に惹かれるように弓矢を捨ててふらふらと歩き出した。楊徳は不安に思って慌ててその後を追っていたが、長の姿はもう見えなかった。これはただごとではないらしい。楊徳は引っ返して3、4人の後輩を誘って明るい月を頼りにそこらを訪ね歩くと、村を出たところに古い廟があった。あたりは秋草に覆われて、廟の軒も扉もおびただしく荒れ朽ちているのが月の光に明らかに見られた。虫の声は雨のように聞こえる。もしやと思って草むらをかき分けて、その廟の前までたどり着くと、先に立っている楊徳があっと声を上げた。廟の前にはガマのような形をした大きい石がわだかまっていて、その石の上に長君の兜が乗せてあった。そればかりでなく、その石の下には一匹の大きい青いガマがあたかもその兜を守るがごとくにうずくまっているのを見たときに、人々は思わず立ちすくんだ。楊徳はそれが三本足であるかどうかを確かめようとする間もなく、ガマの姿は消えるように失せてしまった。人々は言い知れない恐怖に打たれてしばらく顔を見合わせていたが、この上はどうしても廟内を詮索しなければならないので、楊徳は思い切って扉を開けると、他の人々もこわごわながら続いて入った。長君は廟の中に冷たい体を横たえて眠ったように死んでいた。驚いて介抱したが、彼はもうその眠りから覚めなかった。よんどころなくその死骸を運んで帰って、一体あの廟には何を祀ってあるのかと村の者に聞くと、単に聖夜神の廟であると言い伝えられているばかりで、誰もその由来を知らなかった。廟内は全く空虚で、何者を祀ってあるらしい様子もなく、この土地でも近年は参詣するものもなく、ただ荒れるがままに打ち捨ててあるのだということであった。聖夜神。それが何であるかを楊徳らも知らなかったが、大勢の兵卒のうちに甲州出身の者があって、その説明によって初めてその司祭が分かった。長君の妻が甲州の生まれであることは楊徳も知っていた。これでこの話はおしまいです。そういうわけですから皆さんもこの聖夜神に十分の敬意を払って恐るべきたたりを受けないようご用心を願います。こう言い終わって星崎さんはハンカチーフで口の周りを拭きながら床の間の大きいガマを見返った。